さっきまであんなに元気だったのに、今は理由もなく涙が出そう。急に強い不安に襲われて、胸がざわざわして何も手につかなくなってしまう。そんなまるでジェットコースターのような感情のアップダウンに心がすり減ってはいませんか？こんにちは、ミクロミカです。繊細さんでも夢は叶うミクロミカのゆるふわマインドセットでは、繊細なあなたが自分らしく一歩踏み出すためのヒントをゆるっとお届けしています。今日のテーマは、感情の波に振り回されないための3つのステップです。大丈夫、その激しい波はあなたが不安定なわけではありません。今日はその波に溺れるのではなく、華麗に乗りこなすための心のサーフィン術を一緒に学んでいきましょう。まず最も大切な大前提からお話ししますね。感情に波があるのは人間としてごく自然なこと。そして繊細なあなたの感情の波が人より大きいのは、あなたが弱いからでも不安定だからでもなく、それが才能の裏返しだからなんです。HSP や繊細な人の脳はそうでない人に比べて感情を司る扁桃体という部分の働きが非常に活発だと言われています。私も実は前に遺伝子検査を受けたことがあるんですが、その時に扁桃体が人よりも大きい傾向があるというふうに診断されました。扁桃体というのは危険をいち早く察知したり、人の気持ちを深く共感したりするための素晴らしいセンサーです。だから美しい夕焼けを見て他の人よりも何倍も感動して涙が出たり、映画の登場人物に感情輸入して何日もその余韻に浸ったりできる。それはあなたの感受性が豊かである何よりの証拠なんです。でもそのセンサーはポジティブなことだけではなく、ネガティブなことにも敏感に反応します。誰かの些細な一言、ちょっとした環境の変化、過去の嫌な記憶、そういったものにもアンテナが反応して感情が大きく揺さぶられてしまう。だからまず自分にこう言ってあげてください。感情の波が大きいのは心が豊かに動いている証拠なんだって。それを責めるのをやめて、その性質を才能として受け入れること。それが感情の波を乗りこなすための最も重要な第一歩です。感情の波に飲み込まれそうになるとき、私たちは落ち込んでいる自分と自分自身を同一視してしまいます。そこで重要になるのが、感情の波と自分の間に意識的に距離を作ることです。そのための具体的なテクニックを2つご紹介しますね。テクニック1、感情の実況中継をする。これは私がラベリングと呼んでいる方法です。強い感情が襲ってきたら、心の中でまるでアナウンサーが天気予報を伝えているように、その感情を客観的に実況中継してみてください。ちょっとじゃあ実践してみますね。普段心の中で言ってるのを声に出すってちょっと恥ずかしいんですけど、なんかめっちゃ不安だな、不安が来たなっていう時に、おっとミカさん、ここで急に不安の波がやってきたようです。胸がざわざわしてますね。今度は自己嫌悪モードに突入。過去の失敗を思い出して少し落ち込んでいる模様です。ちょっとね、ふざけてるように聞こえてるかもしれないんですけど、こんな風にやってます。でもこうやって感情に名前をつけて客観的に描写することで、不思議とこれは自分自身ではなくて、今たまたま私の中を通り過ぎている一時的な感情なんだと冷静に捉えることができるんです。主観の渦の中から客観的な視点へとスーッと抜け出すイメージです。ぜひ皆さんも感情が乱れそうになった時は、客観的に自分の感情と向き合ってみてください。そしてテクニック2、体の感覚に意識の怒りを下ろす。感情は心の中だけで起きているわけではありません。必ず身体的な反応とセットになってます。不安の時は胸がざわつき、怒りを感じる時は体がこわばる。この身体感覚を逆に利用するんです。感情の渦に飲み込まれそうになったら、意識を無理やり体の感覚へと向けてみてください。例えば足の裏です。椅子に座っていても立っていても構いません。意識を自分の足の裏が床やスリッパに触れている感覚だけにぐーっと集中させてみてください。今右足の親指あたりに圧がかかってるなとか、かかとがちょっとひんやり冷えてる感じがするなとか、このように体の一点に意識するという怒りを下ろすことで、感情の嵐が吹き荒れる思考の海から今ここという安全な港に心を強制的に避難させることができます。これはマインドフルネスの基本的なテクニックでもあり、非常に効果的です。感情の波が来ること自体は止められません。天気予報が明日は雨ですと言っているのを晴れになれと念じても変わらないのと同じです。
大切なのは波が来た時に自分を優しくケアするための心の応急手当セットをあらかじめ用意しておくことです。私のおすすめは体から整えるケアと心から整えるケアの2種類を用意しておくこと。まず体から整えるケア。感情を直接コントロールするのは難しいですが、体の状況は比較的簡単に変えることができます。そして体がリラックスすると心も体も落ち着いてきますよ。例えば深呼吸を3回する。前の動画でもこれお伝えしてると思うんですけど、特に吐く息を長くゆっくり行うのがポイントです。吸って吐いてゆっくりふーっと吐いて吐き切るのがポイントですね。でもう一つポイントがあって、この吸う時に肋骨がぐっと開くイメージをしてください。まだね、体がこうぐっとこわばってる時って内側に入りやすくなってしまうので、息を吸う時に肋骨をぐっと開いて、そしてゆっくりと吐く。これをすることで副交感神経が優位になってよりリラックスできます。あとは温かい飲み物を両手で包んで飲むとか。私はライブ前に不安でどうしようもない時は必ず左右をこうカップに入れて、その温かさを手で感じながらゆっくりと飲み干したりとかしてました。手のひらの温かさと喉を通る温かさがこわばった体をじんわりと溶かしてくれます。そして私がセットでやってたのは、その飲み物を飲んでまだちょっと緊張するなとか、なんか心がざわざわするなっていう時は胸に手を当ててちょっとね、深呼吸をさっきのしてみるとか、こうちょっとさすってあげたりすると、なんかね、自然と心が落ち着いてきますよ。あとは首や肩をゆっくり回す、ほぐしてあげること。緊張すると無意識に首や肩にぐっと力が入ってしまいます。ここを優しくほぐすだけで血流が良くなり、気持ちが落ち着きます。お仕事中でもね、こうさりげなく肩を回すとか、首をちょっと傾けてみるとかね、できると思うので、ぜひやってみてください。そして2つ目は心から整えるケアですね。これはあなたの大好きを集めたお守りのようなリストを作ること。例えばこれを聞けば絶対にご機嫌になれるっていうね、お守りソングをいくつかセットリストとして用意して作ってみるとか、見てるだけで癒されるペットとか好きな景色の写真を見てみるとか、香りを嗅ぐだけでホッとするアロマオイルとかハンドクリームを用意しておくとか。ポイントはこれをすれば 100% じゃなくても 1% は気持ちがマシになるなっていうものをあらかじめ3つとか、5つとかね、スマホのメモ帳とかにリストアップしておくことです。いざという時にさてどうしようと考えるエネルギーすら残ってないことも多いですからね。では今日は感情の波に振り回されないための3つのステップについてお話ししました。皆さん覚えてますかね。まず1つ目は自分を知ること。感情の波はあなたの感受性が豊かな証拠だと受け入れること。そして2つ目は離れるということ。実況中継をしてみたりとか、体の感覚を使って感情の渦から距離を取ること。そしてステップ3は整えていくこと。あらかじめ用意しておいた心の応急手当セットで自分自身を優しくケアする。感情の波はあなたを苦しめる敵ではありません。今あなたの心はこんなことを感じているよと教えてくれる大切なメッセンジャーです。その声に耳を傾けて優しく受け止め、少しずつ華麗に乗りこなしていく、そんな心のサーフィンを今日から少しずつ一緒に練習していきましょう。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。繊細さんでも夢は叶う、ミクロミカでした。バイバイ。